やばすぎる、はい、みんな気がついてない。多分日本中全部気づいてない。これ 14% ってとんでもないことなんで、実はみんな気がついてないのかなこれで使って10何%もらえるんだったら、なんで ANA と JAL のカードを僕使うのという、日本最高のカードになろうとしてるね。これやばいよ。これもうごっそりいっちゃったよね。この噂が出てたからかなり激しくはかけたんだな、100% あるのモノマネなんだよね。ガチンコマリチクよっよーよーし、今日も始まったね。はい、よろしくお願いいたします。お、いいね、デシャージ元気いいね。はい、ありがとうございます。今日はどうしたのかな。そうですね、日本初のパーマネントトラベラーとして50年以上世界を巡ってですね、総フライト数も2600以上、獲得マイル数も550以上ということで、なんと飛行距離ですね、地球75周ですね、月まで 4.3 往復ということで、とてつもない時間を飛び回っていらっしゃいます。ホテルの分野では、日本初のハイアットインサイダーですね、ハイアットライフタイムグローバリスト、ヒルトンもライフタイムダイヤモンドですね。そういった極めてですね、日本人でも取得が困難なステータスを多数取得しておられます。実はですね、塾長、気になるニュースが入ってまいりまして、塾長、ちょっと今見ていただきたいんですけれども、三井住友銀行のですね、プレスリリース資料なんですが、オリーブラウンジ渋谷店の開設のお知らせということでタイトルで書いてありますけれども、なんとですね、銀行がラウンジを開いた、これ空港ではないんですが、渋谷に開いたということで、結構その特徴がですね、気になるものがあってですね、従来銀行だと、その9時から15時っていう非常に短い時間の運営だったんですが、なんとですね、このオリーブラウンジは7時から22時まで、どなたでもご利用いただけますということと、あとはですね、なんとですね、銀行でATM とかその窓口があるだけではなくて、スターバックスがあったり、あとは何かイベントできるスペースがあったりとかですね、あとコワーキングスペースなんかも揃えていて、もうここで仕事できるんじゃないかっていうようなお店の中の作りになっているそうなんですね。実際写真見ていただいても非常に綺麗な内装になってますね。そうか、じゃああれだね、デシャーチはそういう風に見たんだね。はい。実はこれは黒船みたいな感じなんでね、実はね。これで全てが変わるんですね、実は。塾長すみません。黒船で全てが変わる。どういうことでしょうか。はい。いわゆるビザさんが海外を真似して、僕がほら、もうどこどこの誰それがふぬけだからこの日本は良くならないんだみたいなの言ってると思うんだよね。会社名ちょっとこれ P 入れてもらいたいんだけど、ビザを作ってる会社、ビザ作ってる会社なんだよ。あそこの会社がふぬけなのよ。前、ヒルトンもあそこの会社と組んだじゃん。組んだけどやめたじゃん。もう、会社の内部っていうか、ふぬけなのよ、日本のビザが。そこが問題。そのビザがちょっと頑張んないと、日本にもう少しいいカードがやってこないという。まさしくこれなのよ。いわゆるこれは黒船ですよ。なんか、明治維新みたいな感じ。いや、実はそうなんだよね。あ、そうなんですか。そうなんだよ。で、みんな気がつかないでしょ。はいはいはい。そのままスーッとこう流しちゃってるけど、そういうことじゃないんだよね、これはね。はいはいはい。だからタイトルとかもなんか激しいのにしたんでしょ、なんか知らないけど。あ、ちょっと今回激しめにさせていただきました。はい。あ、そうなのね。それはあれだよ。僕としては ANA さんと JAL さんのね、に頑張ってもらいたいから、そういうふうなことをね、書いてくれるんだったと思うし、みんな頑張っていこうね、みたいな、そういう意味だからね。ディスってるわけでも何でもないんだよね。じゃあ、これがどういうふうにしてその黒船になっていくかということなんだけど、今、ラウンジの説明とかね、いろいろしてきたわけだけど、塾長があれだよね、銀行系がラウンジを始めるよって話したと思うんだよね。なくす方向にしてきて、他社が入ってくるね、ラウンジにね。銀行系が入ってくるってこと。例えば、どこどこ銀行の口座いくら以上ある人、もうどこどこ銀行のクレジットカード持ってる人に関しては、ここの国内線のラウンジを使わせますという。香港とかにもあるよね。香港とかアメリカにも最近出てきたかな。そういう流れになってくる。そこを航空会社側が受け持つんじゃなくて、そのどこどこ銀行のラウンジとか、そういう流れになる可能性があるね。これ3年前の話だね。これは市内とかにある銀行にラウンジを作るという、そういう意味ではあるんだけども、今後は空港にも出すんだよ、実はね。そうなんですか。そう。だからこれがいいのかな、会社も言っちゃって。実は住友銀行がビザのプロパーの権利を持ってたわけだよね。で、それが合併して三井住友になって、で、ビザっていうのを発行するという、そういう、いろんな会社が発行できるんだけど、メインなわけで、日本の中で。で、実はこのビザがふぬけだと日本語をダメにしてるっていう話を僕は前したと思うんだけど、それ聞いたんじゃない？これ。それを多分皆さん聞いたんですかね。塾長はですね、その銀行のラウンジ誕生ということで、2021年に配信したものとですね、あとさらに、その日本のビザと三井住友の話をされたのが2022年ですけれども、ちょうどそこから準備が始まったぐらいなんでしょうかね。
まあそういうことなんだよね。おそらくまあ聞いた聞かないは別としてさ、ただまあとうとうやってきたなということではあるんだね。話したいことはたくさんあって、じゃあどういうふうにこれはなるんですかっていうのを細かいことはね、この後に弟子たちが説明してくれればいいと思うんだけど、はい。要するにパッと見て、ここヒントですよ。ポイントが 1% から 14% までとか書いてたんじゃない？確か。最大。はい。例えば 14% だとすると ANA と JAL の ANA っていうのは最大で一番いいカードを持ってれば 1.5% なんだよ、いわゆる。これ 14% ってとんでもないことなんです、実は。いや、でも1.5から比べると本当とんでもない数字ですね。でも限られた場所ってなってるんだけど、エクスペディアで使うと10何%あるわけだよね。そうすると旅行系のサイトで使って10何%もらえるんだったら、なんで ANA と JAL のカードを僕使うのという、そういうことなんで、あれでしょ、これポイントをマイルに変えれるんでしょ。そうですね、変えられます。ほぼ同じに変えれるわけだよね、同率で。みんな気がついてないのかなこれ。そういうことなんだよこれ。塾長、もしかしてじゃあ JAL カードとか ANA カードってのは、じゃあもうこっちのカードの方がいいってことになるんですか？ちょっとこれみんな聞いてるの？今日ごめんなさい、YouTube の収録でございます。言いにくい。それちょっとさ、詳しい話、もうちょっとなんかこう、メールアドレス登録してくれた人に、メールマガジンとかで教えてあげてよ。まずいよ、それ。ああ、わかりました。これ喋るのは、マジでまずいから。はい。ということで、そのぐらい黒船に近いものであるということなんだよね。じゃあ、これの意味するものっていうのは、先進国ではまあこういった形でビザが結構やっぱ強いわけだよね。そうなんですか。はい。そうで、日本っていうのは今までアメックスさんがやっぱ強かったんだよね、いろんな部分で。強いという言い方はおかしいけど、でも使える場所っていうのは絶対的にビザの方多いじゃん。だから今まで殿様商売してたのよ。ああ、なるほど。で、塾長が YouTube でふぬけっていう風に言っちゃってそこから彼らも何くそって思ったのか分かんないけど、じゃあやってやるよっていうことでもう来たんだけど、やばいね。だってカードもさ、一般のカード、ゴールドカード、プラチナカードっていうのあるらしいじゃん。ランクがあります。まさに飛行機会社のランキングと同じじゃん。確かに。そうでしょ。で、しかもラウンジの名前とかもね、まあいろいろ作ってるんだけど、カードの名前もね、プリファードとかつけてるのよ。これついちゃうっていうのは 100% ある銀行のモノマネなんだよね。塾長さん、もし先ほどおっしゃったその黒船っていうのがヒントになってくるんでしょうか？そうなんだよ。そうなんですか。だから、まさしくそのカードだよね。実は僕の心の中では世界最強のカードだと思ってるのね。これ今回真似してきたのはまさに世界最強のカードになろうとしてるんだよ。だからそう、これは戦略的だよ。本当に日本最高のカードになろうとしてるね。なるほど。だって銀行のお客さんもこれごそっと取ったんだよ。実は銀行でキャッシュカードを持ちたいんだったらこれに入ってくださいっていう反強制なんだよね、実は。なるほど。振込手数料無料にしたいですか？ ATM 手数料無料にしたいですか？じゃあこのオリーブに入ってくださいっていう形なのよ。持ってき方が。要するに強制的にクレジットカードに入れられるんだよね、これ。銀行の口座持ってる人が。これやばいよ。これもうごっそりいっちゃったよね。で、うちのクレジットカードも欲しいでしょ。ね。これプロパなんですよ、ビザの。で、同時にうちの銀行も入った方がいいですよっていう風な、そういう相乗効果が出るんだよね、これ。そうすると他の銀行に持ってた口座がわっと来る可能性あるね、ここに。なるほど。っていうことは、実はこれをみずほとか、あと三菱がやってくる可能性があるんだけど、実はできないんだよ。そのあたりは今日 YouTube ですけれども、少し教えていただくわけにはいかないでしょうか？いや、これがだから日本で一番の銀行になっちゃうよね。そういう流れにつながっていくんでしょうか？世界の流れも同じなんですよ、これが。そうなんですか。これ本当に多分他の銀行の人たちも内容知らないで、なんか変なのやったなみたいな、ラウンジ出したなとかな、オリーブなんじゃこれ変な名前だなって思ってると思うんだけど、これやられたよ、これ。とうとう来たって感じ。だからその辺のことをね、まあ聞いてもらえばいいけど、さっきのポイントの割合でもね、もう全然違うじゃない。で、ラウンジも入れるようになってんじゃね。空港にも出すと思うけど、それはもうかなり先だね、ラウンジ出すのはね。空港にもその流れが来るんですか？でもまあ、それはもう少し先。なるほど。怖いのはアメックスは怖いと思うよ、これ。アメックスが反応することになるんですね。そう、他の銀行も怖いと思うよ、これ。
はいはいはい。この噂が出てたからかなり激しくはかけたんだな MX もね。でセンチュリオンラウンジ入れてこないともう持ってこないと勝てないなと思ってるんだねこれね。はいはいはい。そういう意味だよこれ。なるほど。つい先日ガチンコマネジメントのことを収録したセンチュリオンラウンジの YouTube がありましたけれども、まあそういった動きも踏まえての大きな流れの中でのセンチュリオンラウンジだったんですね。そういうことだね。なので一言言うとこれ持って損はないです。このオリーブカードっていう三井住友の人はこれに変えた方がいいし、はい。で田舎に住んでる人ですらこれに口座開設する可能性あるね。それどういうことでしょうか。普通この都市銀行じゃないこれ。はいだからはいはい本来は首都圏の人がなるもんなんだけど、はい。田舎の人ですら入る可能性あるこれ。インターネットで、そうしたらこれ全部ごっそりいくんじゃない？なるほど。なんでかっていうとビザカード持ってない人いないんだよね。全て支払いができるのはビザカードしかないんですよはっきり言うと。はいはい。ポイントがすごいでしょ。だからデビットカードって言われるのかな、キャッシュカードで、もうポイント貯まるようにしてるみたいなねこれね。ここも激しいんだけど、そのポイントを使ってチケット買えますよ、旅行買えますよ、であと他のいろんなもの買えますよ、 V ポイント使っていろんなもの買えますよっていうのがやばいんだよね。塾長それもしかしてこのカードを持っておけばこう生活のいろんな場面において使えてしまうってことなんでしょうか。この1枚で済んでしまうと。たまったポイントが使えちゃうんだよね。あー例えば ANA と JAL カード持っててポイント貯まるじゃない、はいでマイルにするじゃない、はいでそのマイルをチケットを買ったり特典航空券買うんだったら率がいいじゃん、はいみんなそっち使うんだけど、じゃあその貯まったものを他のもので使うときにってなるわけだよね。ほとんど使えないという状況だよね。はいそこにはいもくさび打ってきてるし、あとマイルに変えるにあたって同じ率だもんね、プラチナのカード持ってば。あ、確かに。そうなってくるとどうかな、しかもある場所で買うと 10% とかつくわけじゃん、はいポイントはいはい。還元が。ANA さんはいくら行っても 1.5、 それで ANA さんでチケット買っても3倍とか 3% とかそんなもんだよね。10% 超えたらもう倒れちゃうねこっちね。それが今度またどんどん自社でアメックスさんが作ってるじゃん。自分の会社でアメックストラベルっていうのがあって、で、はいはい。アメックスさんのところでチケット買ったりすればまたポイントあげるよっていうのあるじゃない、それこのオリーブのこの自社もビザも作ってくるから自分で。あ、へえ。その時は 15% とかさ10倍とかそういうのやってくるので、いやー、すやごい世界です。勝てないと思うね。いや、塾長、ここまでの話聞くと、本当にこのカードを、もう本当1枚持つだけで、他のカードがこういらなくなるんじゃないか。まあ、視聴者の方、結構 JAL、皆さんお好きな方が多くてですね、そのカードをお持ちの方多いんですが、今後そうすると、このカード一択になってくるんでしょうか。そう言わないで、そういうこと。あ、すいません。でそのね、どうやってアプローチしたらいいのかっていうのをまあ教えてあげるけど、ここではちょっとはっきり言って言えない。やばすぎる。はいはいはい。みんな気がついてない。多分日本中全部気づいてない。そうなんですか。ビザさんも自分のやってることが分かってない。あまりすごいことやってるのに。はい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 。だからこの程度の宣伝なんだよ。あ、なるほど。そう分かってたらもっと激しく来るということ。ありがとうございます。今今回のその塾長の未来予測の流れもありましたし、今回そのビザさん、三井住友すら気づいていない大きな流れの中でっていう話がありましたけれども、塾長はなぜそういうことがわかるんでしょうか。いわゆる世界中回ってるっていうのがポイントかもしれないね。で、はいいろんな国のカード制度を見てるわけじゃない。ええで、まあ彼らがやろうとしてることも大体わかるんだけど、実はいろんなカード会社があって、でカード会社が独自でいろんな国で研究するわけ、やるわけだよね。いろんなもの発行して試すわけだよね。はいはいはい。で成功したパターンってあるわけですよ。なるほど。それを今回確実に取り入れてるんだよね。3つ4つぐらい。だからもうこれ、誰かなこれ研究したのね。はい。でもちょっとモノマネっぽいんだけど、ビザふ抜けみたいなこと言われて、なるほもういやもうふ抜けじゃなくて今度私がお願いしますって言かなきゃいけなくなってきた。そういう状況だよこれ。なるほど。ありがとうございます。その塾長の未来予測っていうのはですね、視聴者の方も非常に興味があってですね、じゃあその先進国でこのまさに今日お話しいただいた例というのは、成功事例があって、そこの国の状況を塾長はもうすでにご覧になっているということなんでしょうか。まあそういうことになるね。だからこの後どうなってくるのかって分かるし、どういうふうな動きが発生するのかっても分かるんだよね。はいはい。だから少し厳しめの話をしたんでしょ今回タイトルとかもね。かなり。でもこれは僕はANA さんと JAL さん頑張ってよっていう意味です。なるほど。はいはい。だからそういうふうになっていくかな。
今回はちょっともごもごっとしちゃってるけど、大体緊急事態だっていうのは分かってもらえたかな。はい、ありがとうございます。塾長、ちなみにですね、海外のことを研究されているということで、塾長から直接学ばれている弟子たちの方っていうのは、その、塾長の未来則に非常に興味があってですね、で、塾長から教えてもらうだけではなくて、ご自身でもやっぱり世界を飛び回り始めるというのことが非常に多くてですね、それが、この弟子たちの成功した方で共通している共通点なんですけれども、塾長の教えられている方っていうのはどういう方々がいらっしゃるんでしょうか？僕の生徒さんたちっていうのはもうすごいよ。年間収入が何十億円って人いっぱいいるもんね。何十億ですか？そうそうそう。はい。一桁じゃない人たちが結構いますよ。はいはいはい。やっぱり未来がわかるからね。未来がわかる人は強いですよ。未来がわかるって言い方おかしいね。予想ができるっていうのはやっぱり強いんだね。だから今回の件もそうですよ。やっぱ先にね、これ分かって仕掛けて、それでこれに付随するビジネスを始めればいいことなので、そういうのってたくさんあるわけですよ。山のようにあるわけですよ。こういう黒船がやってきた時っていうのは。はいはい。だから僕の生徒はビジネスとかそういうので困ってる人たちはあまりいないね。これはやっぱり上にはどういうものがあるのかということを教えてくれる人がいないとダメだね。確かに、はい。でどこに行けばいいのか分かんないじゃない。そうですね、はい。上の人たちはこういうふうに考えるんだよと。そうなんだと。じゃあやっぱりそっちに行かなきゃダメだなっていうことに気づくわけで、この銀行の件もそう、クレジットカードの件もそう、結局先に走って成功してるとこがあったらそこに行けばいいってこと。日本のね会社もそう、トヨタも全部モノマネから始まったわけでしょ。全部そうですよね。だからいいと思うんだよね、それで。ただ上の人の状況を知らない限りそこにはたどり着かないですよね、やっぱね。ということになる。それがステージだよね。人間の進化の度合いということだね。ありがとうございます。今の話本当に興味のある方が多いんじゃないかなと思うんですが、そういったステージの上がり方ですかね。世界の飛び回り方とかステージの上がり方っていうのを教えていただく場を作っていただくことはできますでしょうか？全然大丈夫だよ。僕はいつでも教えるので。いいですか？メルマガ登録してもらってくれた人に案内してあげればいいじゃない。ありがとうございます。はい。ぜひ今の話ですね、ご興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひメールマガジンの登録をお願いいたします。ここからは三井住友ビザカードと新しくオープンしたオリーブラウンジの魅力を詳しく解説していきます。先ほどの動画で塾長が触れたように、このオリーブラウンジはただのラウンジではありません。未来を見据えた大胆な取り組みであり、塾長が2021年に予測していた銀行系のラウンジが始まる時代の先駆けです。塾長の50年以上にわたる経験と洞察力から生まれた予測が現実のものとなりました。この動画では近い将来あなたが保有する三井住友ビザカードとその特典について詳しくご紹介していきます。塾長の未来予測を知ることで皆さんの人生もより豊かにより成功への道が開かれることでしょう。楽しみにしてください。それでは始めましょう。2024年5月にオープンしたオリーブラウンジ渋谷について見てみましょう。このユニークなスペースは三井住友銀行と三井住友カードが提供するオリーブをテーマにした施設で、銀行オフィスカフェが一体となった自由で快適な空間です。営業時間は7時から22時までで誰でも利用することができます。1階のリラックスフロアには銀行窓口、ATM、スターバックスがあります。ここでは口座管理、資産運用、V ポイントの利用について専門スタッフがご相談に応じます。実際訪問して撮影してまいりました。ここが入り口ですね。オリーブで決済すると V ポイント 10% 還元というふうに書いてありますね。2階に行くとまたシェアラウンジになります。見ていくとスターバックスが併設をされています。中には銀行の ATM も併設されています。この奥の方に行くと専門のスタッフの方がいらっしゃいますね。営業時間は22時までです。休日の訪問でしたので銀行窓口は閉まっておりますが、スターバックスの利用者は多かったです。リラックスフロアは忙しいビジネスパーソンや学生にとって最適な場所です。営業時間に利用する場合はスターバックスでコーヒーを楽しみながら専門スタッフからアドバイスを受けることもできます。また100インチの大型モニターがあり、最新の情報やニュースをチェックするのにも便利です。2階にはコーワーキングスペースフロア、シェアラウンジがあります。ビジネスパーソンに便利なテーブル席やカウンター席、高速 Wi-Fi、モニター、無料ドリンクなどが充実しています。こちらも撮影してまいりました。2階のシェアラウンジはオンラインミーティングや複数人での会議、個人作業などに最適です。入り口にはですね、かなりいろんなものがありますけれども、
スナックの種類が非常に多かったです。その他にもですね、ドリンク類も非常に充実をしておりまして、ノンアルコールもあれば、アルコールもしっかりと準備されておりました。スターバックスのコーヒーもですね、ここでは飲み放題ということになります。ビールサーバーも置いてありました。この中ではですね、高速 Wi-Fi やモニターなどもですね、活用することができて、ビジネスの効率を最大限引き出してくれます。1階のスターバックスで購入した商品を持ち込んで利用することもできます。座席もゆったりとしていて、騒音もなく集中できる環境でした。中にいらっしゃる店員さんに確認してみたんですが、午前中はですね、比較的空いているということで、お昼頃、お昼過ぎになるとですね、人が少し入ってきて、少し活発になっていくというところでございます。で、夕方になってくるとですね、夕方から夜にかけてですかね、アルコールを飲まれる方も増えてきて、必ずしもですね、お一人でお仕事やお勉強される方以外にもですね、ちょっと友人で来てですね、少しドリンクを楽しんで、談笑したり、カードゲームなんかをして帰られる方もいるそうです。奥にはですね、しっかりとした個室のスペースなんかもありますので、多少人の声が聞こえてもですね、気にならないような設計になっています。もともと銀行の施設だったため、こういったですね、銀行の奥にですね、おそらくこれ、もともと金庫でしょうね。非常に頑丈な扉がある奥に、またさらにですね、個室のスペースがあるというのが非常に面白かったです。モバイルオーダーも楽しめるんですね。料金は投影している通り、時間制または1日分の料金となります。プレミアムメンバーなら月額での料金、さらにはアルコールも販売しています。コワーキングスペースでは珍しいですね。地下1階には無料の個室相談ブースがあり、プライバシーを重視した空間で安心して相談できます。1階にある ATM の脇からですね、下に下がっていきます。地下1階の相談ブースは三井住友銀行の貸金庫をリノベーションしたもので、プライバシーに配慮された空間です。個別相談や機密性の高い会議に最適な場所となっています。そこまで広くはありませんが、各ブースが区分けされているので、プライバシー重視な空間です。オリーブラウンジの利用条件に関してですが、特定な条件はなく誰でも利用可能です。ただし、専用個室や会議室の利用には事前予約と追加料金が必要です。オリーブアカウントを持っている方は、オリーブフレキシブルペイでのお支払い、スターバックスやシェアラウンジの代金が 10% の V ポイント還元されます。ビジネスパーソンから学生、一般の方まで誰もが利用できるオリーブラウンジ。専用個室や会議室を利用する際には、事前に予約をして追加料金を支払う必要はありますが、その価値は十分にあります。特に快適で柔軟なスペースを求める方にとっては理想的な場所かもしれないですね。スターバックスやシェアラウンジでオリーブ決済をすると、決済額の 10% 相当の V ポイントが還元されます。終了期間が未定とのことなので、この還元で利用できなることが今後予想されます。ご利用の際はホームページのご確認を忘れないようにお願いいたします。地下のオリーブラウンジはオリーブカードを持っている人限定で無料で使うことができます。オリーブカードはその場では発行できないので、事前に準備しておく必要があります。同伴者最大1名まで可能で、スターバックスで購入された飲食物は持ち込み可能です。家族カードも対象に含まれます。オリーブカードを持つと、ラウンジでの恩恵がかなり受け取れることが分かりました。では、オリーブカードってどのようなカードがあるのか、カードの魅力について見ていきましょう。オリーブフレキシブルペイを比較する、こちらを見ていきましょう。オリーブカードをご存じない方のために簡単にご紹介すると、カードの名称はオリーブフレキシブルペイと言います。オリーブフレキシブルペイは2023年3月から始まった SMBC グループの新しい金融サービスです。最大の特徴はカード1枚で4つの機能を有している点です。キャッシング機能、デビットモード、クレジットモード、ポイント払いモード。これらすべての機能がオリーブフレキシブルペイに集約されており、切り替え設定はアプリから簡単に行うことが可能です。また発行されるカードはマルチナンバーレスカードになっており、カード件名に銀行の口座番号やクレジットカード番号、署名欄などがございません。今投影しているカードの件名を見ても、銀行の口座番号やクレジットカード番号がないのが見てわかると思います。複数のカードを持ち運ぶ必要がなくなるだけではなく、番号の盗み見による不正利用の危険性を排除した高いセキュリティを有している点も大きな特徴です。投影しているサイトは三井住友銀行公式ホームページです。表を使って解説していきます。ご覧の通り、一般カード、ゴールドカード、プラチナ、プリファードカードの3種類があります。一般カードの年会費は永年無料ですが、ゴールドとプラチナ、プリファードは費用がかかります。一般カードは永年無料。ゴールドは税込み5500円。プラチナ、プリファードは税込み33000円。ゴールド、プラチナ、プリファードともに初年度は無料で、次年度から費用がかかります。しかし、ゴールドは年間100万円以上の利用で永年無料となります。一般カード、ゴールドカードは基本還元率 0.5%。選べる特典は1つです。選べる特典は投影している4つです。
給与年金受け取り特典 V ポイント200ポイント。コンビニ ATM 手数料月1回無料。V ポイントアッププログラムポイント還元率プラス 1%。ご利用特典 V ポイント100ポイント。一つ目の給与年金受け取り特典は、毎月3万円以上の振り込みを受け取ると V ポイント200ポイントがプレゼントされます。他行の自分の口座や家族からの振り込みも対象です。4つ目の利用特典は、選択月の月末ですね。月末時点の残高が1万円以上の場合、翌月中旬までに100ポイントが付与されます。これは円預金、外貨預金のみ対象です。この選べる特典が一般カード、ゴールドカードでは1個、プラチナプリファードでは2個選ぶことができます。オリーブフレキシブルペイのポイント還元率は最大で 20% です。これは強烈ですね。これはタッチ決済利用、家族ポイント、V ポイントアッププログラムなど既存のサービスを組み合わせることで実現できます。オリーブフレキシブルペイの通常のポイント還元率は以下の通りです。通常の 0.5 ポイントに加えて対象のコンビニや飲食店でビザのタッチ決済をすると通常のポイント分を含んだ上で 6.5% が還元されます。合計 7% になるということですね。そこから家族ポイントで最大 5% 還元、V ポイントアッププログラムの利用で最大 8% の還元でトータル 20% の還元となります。これを見ると選べる特典で何を選べばいいかもうお分かりですよね。対象となる店舗は投影されている通りです。セイコーマート、セブンイレブン、ドトールコーヒー、エクセルシュロカフェなどなどたくさんありますね。カードのタッチ決済以外では Apple Pay や Google Pay のタッチ決済も対象となります。ここにですね、スターバックスが入ってないんですね。オリーブラウンジで利用した際は 10% の還元があるとお伝えしました。これを利用すればさらにお得になることが分かったかと思います。先ほどの還元率 10% は突然終了する可能性もありますので、特にご利用されたい方は今のうちにご利用されることをお勧めいたします。先ほど塾長が 14% というふうにおっしゃってましたけれども、最上級のプリファードのサービスを見ていきましょう。特約点がどんどん追加されていってるんですね。ここに出てきました。宿泊予約サイト、エクスペディアだったり、ホテルズ.com、このエクスペディアですね、14% が出てきました。これは結構大きいですよね。はい、その他にも様々ですね、ふるさと納税サイトもございます。空港、高速道路、タクシーも還元されていますね。ショッピングサイトもたくさんあります。ではですね、貯めた V ポイントをどう活用するか、これについて見ていきましょう。V ポイントは1ポイント1円で換算されるため、クレジットカードの支払いや買い物で使うことができます。つまり、20% 還元ということは常に 20% オフになるということですね。これは強烈です。また、ANA マイルとの交換も可能です。こちらですね。貯まった V ポイントは1ポイント 0.5 マイルとして ANA のマイルに移行が可能です。マイルに交換することは可能ですが、レートがいまいちですね。そこで活躍するのが ANA カードです。三井住友カードのホームページで見ていきましょう。プラチナ会員だと3倍コースで1ポイント3マイルになります。プラチナ会員とは ANA ビザプラチナプレミアムカードの会員のことですね。V ポイントは200円で1ポイント貯まるので、還元率 0.5% ですが、ANA ビザプラチナプレミアムカードで ANA マイルに交換すると、マイル還元率は 1.5% になります。ANA ビザもしくはマスターカードを保有していると、通常 V ポイントでの交換レートより少しいい条件で ANA マイルに交換できるようになっています。ANA マイルを貯めるなら、オリーブフレキシブルペイと ANA ビザプラチナプレミアムカードの2枚持ちが今後主流になるかもしれません。やはり ANA カードは ANA マイルを貯める上では非常にいいカードです。ということで今回は三井住友ビザカードとオリーブラウンジの魅力について詳しく紹介してきました。塾長の未来予測と合わせてこのカードの持つポテンシャルを感じていただけたと思います。塾長は未来を見通す力で数々の成功を収めてきました。塾長から学んだ弟子たちは未来を知ることで先に仕掛けてビジネスを始めたり、自分よりも先に進んでいるステージの高い人から教わることで最短で人生を成功させることができています。これは塾長の長年の経験と洞察力から得た貴重な教えです。今回の動画を見て塾長の深い話をもっと聞きたいというふうに思った方、そして自分の人生をより豊かに成功に導きたいと思った方は、ぜひメールマガジンへの登録をよろしくお願いいたします。今日もですね、塾長貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ガチンコマリ塾